皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。今回はトラックマットという機能を紹介します。トラックマットは前回紹介したマスクに似た機能になりますが、用途や使える場面が変わってきます。非常に便利でよく使う機能なので、他のチュートリアルでも見かけたことがあるのではないでしょうか。この動画ではトラックマットの仕組みや設定方法、簡単な作例までを見ていきます。では早速行ってみましょう。まずトラックマットとは何かという話なんですが、トラックマットは2つのレイヤーを必要とします。トラックマットを設定した1つ上のレイヤーのアルファ情報や輝度を参照して表示範囲を指定する機能になります。非表示となった部分は透明となります。言葉だけ聞いてもよくわからないので実際に見てみましょう。今コンポ内には白黒模様のレイヤーとテキストレイヤーがあります。こちらの2つのレイヤーを使ってトラックマットがどういう効果をもたらすのかを見ていきます。操作自体は非常に簡単です。レイヤーの右側にあるトラックマットという項目から選択していきます。トラックマットという項目が表示されていない方は、レイヤー名と書かれた列を右クリックして列を表示からモードを選択しましょう。もしくは画面の左下に3つ並んだアイコンがありますが、こちらの転送制御を表示または非表示と書かれたアイコンをクリックすることでも表示させることができます。デフォルトではトラックマットはなしとなっています。ではテキストレイヤーの下にあるトラックマットをアルファマットに変更してみます。すると文字の形に背景の模様が切り抜かれました。透明グリッドをオンにしてみます。文字以外の場所は透明になっていて、背景素材かテキストの形で切り取られたことがわかります。アルファマットを使用すると、設定したレイヤーの一つ上にあるレイヤーのアルファ情報を参照して表示範囲が決まります。今回参照したテキストレイヤーはテキスト部分以外は透明となっているので、その情報をもとに背景素材が切り取られたということです。一度トラックマットをなしにして文字以外でも試してみます。適当に図形を作ります。この星の図形が表示されているところ以外は透明となっています。つまりアルファ情報を持ったレイヤーになります。この図形を参照してトラックマットを使ってみます。トラックマットはレイヤーの順番が重要です。参照となるレイヤーはトラックマットを設定するレイヤーの一つ上が基本です。今回だと星の図形が参照レイヤーなので背景素材の一つ上に来るように配置します。トラックマットをアルファマットに切り替えます。すると星の形に背景レイヤーが切り取られました。一つ上にあるレイヤーのアルファ情報をもとにレイヤーが切り取られるので、例えば星の図形を動かしたりスケールさせると図形に合わせて背景レイヤーの表示範囲も変更されます。逆に背景素材を動かすと表示範囲内が固定された状態で自由に動かすことができます。参照するレイヤーと分かれていることでそれぞれを自由に動かしたり固定したりが可能というわけです。なんとなくトラックマットの効果が見えてきたでしょうか？ではトラックマットをアルファ反転マットに切り替えてみます。アルファ反転マットはアルファマットの逆で参照レイヤーのアルファがある場所を表示します。星の図形以外の場所に背景レイヤーが表示されています。穴を開けたい場合などに便利そうですね。ではルミナンスキーマットについても見ていきます。ルミナンスは輝度を表しますので、参照レイヤーの輝度を見て表示範囲を決めます。輝度は明るい場所、暗い場所と置き換えても OK です。ルミナンスキーマットでは
明るい場所を表示し、暗い場所は切り抜きます。やってみましょう。背景レイヤーがちょうど白黒素材で明るい場所と暗い場所に分かれていますので、こちらを参照レイヤーにします。参照レイヤーにするということは、このレイヤーの並びだといけません。参照するレイヤーは必ずトラックマットを設定するレイヤーの一つ上に配置します。移動させましょう。レイヤーの階層を入れ替えるには、レイヤーを掴んでドラッグでも OK ですが、ショートカットキーもあります。レイヤーを選択して、コントロール、オルト、上下の矢印キーです。どちらか使いやすい方を選んでください。レイヤーの順番を入れ替えることができたので、トラックマットをルミナンスキーマットに変更してみます。参照レイヤーの明るい場所を表示し、暗い場所は透明になりました。ルミナスキー反転マットはその逆で、暗い場所を表示し、明るい場所は透明となります。今回はわかりやすいように白黒をはっきりさせて行いましたが、輝度や不透明度の度合いに合わせてトラックマットは機能します。トラックマットの基本についての解説は以上です。では次、トラックマットはレイヤーを切り取ったりできるという点では、前回紹介したマスクと似た機能と言えますが、2つの機能には明確に違いがあるので、用途に合わせて使い分ける必要があります。トラックマットとマスクの違いとしては、アルファ情報か輝度、どちらを参照するか選べるという点と、参照するためのレイヤーが必要になるという特徴があります。他にも前回のマスクの回でも少しお話ししましたが、マスクはレイヤーのトランスフォームの影響を受けるという特徴があります。これによってレイヤーの回転やスケールといったアンカーポイントが重要なアニメーションとは相性が良くないと言えます。位置だけは動かすことができますが、それもマスクパスにキーを打ち、アンカーポイントツールで動かすといった力技になってしまいます。そこで頼りになるのがトラックマットです。トラックマットは参照するレイヤーとトラックマットを設定するレイヤーの2つが存在するので、それぞれ自由に動かすこともできますし、固定することもできます。実際にこのような感じで円形の範囲内にキャラクターが飛び込んでくるといったアニメーションで解説していきます。レイヤーの構成はシンプルで、まず円形のライン素材とトラックマットで参照する円形のシェイプレイヤーとキャラクター素材と背景レイヤーです。円形の範囲内だけでキャラクター表示させたいので、キャラクター素材の上に参照レイヤーとなる円形のシェイプレイヤーを配置しています。キャラクターには位置を使ってアニメーションをつけています。まず、キャラクター素材のトラックマットをアルファマットに変更します。再生してみます。トラックマットが適用されて参照する円形の範囲内でのみ表示されるようになりました。ではこの動きに回転も加えてみます。開始フレームで60度にします。マスクの場合だとキャラクター素材のアンカーポイントを起点に一緒に回転してしまいますが、トラックマットではマスクの代わりとなるものが別のレイヤーになっているので、問題なく回転を加えることができます。位置の動きに合わせて7フレームで0にします。再生してみましょう。回転アニメーションも加えることができました。今回のようにトラックマットでは切り抜くための形状は別のレイヤーで管理するので、それぞれを自由にアニメーションさせたり、固定させたりすることが可能になります。マスクだとレイヤーに依存するのでうまくいきません。2つの機能の特徴を理解して使い分けていきましょう。ではここから実際にどういった場面でトラックマットは使用されるのか見ていきます。よくあるのが文字の範囲だけに映像を流すといった手法です。他にも何らかの形状や輝度を参照し、その中で映像が流れているというのは皆さんもどこかで見たことがあるのではないでしょうか。
トランジションなどにもよく使用されていて、ルミナンスキーマットを利用すれば、こういったものも簡単に作れます。では実際に作例を通してトラックマットに慣れていきましょう。テキストレイヤーとトラックマットを組み合わせたローワーサードの作成です。新規コンポジションを作成します。幅は1920、高さは1080にして、フレームレートを30とします。デュレーションは2秒で OK です。新規平面を作成して背景を作っておきます。背景レイヤーは動いてほしくないのでロックしておきましょう。ではテキストレイヤーを作成します。文字はトラックマットとしておきます。文字を入力できたら画面の中心に移動させます。コントロール、オルト、ホームでアンカーポイントをテキストの中心に配置して、次にコントロール、ホームを押して画面中央へ移動させます。では、シェイプレイヤーを作成するので G を押してペンツールに切り替えましょう。塗りはオフにして線をオンにします。色は適当に選んでおきます。線幅は後でテキストに合わせて調整します。では、テキストの中心を横切るようにラインを作成します。テキストの左側でポイントを打ち、シフトを押しながら右方向へカーソルを動かしてクリックすることで、水平に線を引くことができます。作成できたら、先ほどと同じように、シェイプレイヤーも中心に配置しておきます。その後、テキストが隠れるように、シェイプレイヤーの線幅を調整しておきます。では、トラックマットを設定しましょう。テキストレイヤーのアルファ情報を参照して、トラックマットを設定したいので、レイヤーの順番を入れ替えておきます。シェイプレイヤーのトラックマットをアルファ反転マットに変更します。文字の形状でシェイプレイヤーをくり抜くことができました。では、アニメーションを設定しましょう。パスのトリミングを追加します。開始フレームで終了点を0にしてキーフレームを打ちます。そこから20フレーム進めて 100% にします。それぞれのキーフレームに緩急をつけておきましょう。緩急の付け方がわからないという方は、シェイプレイヤー入門第1回を見ていただけると詳しく解説していますので、よければご覧ください。一度再生してみます。ではもう一手間加えてみましょう。シェイプレイヤーを選択して、コントロール D で複製します。複製されたシェイプレイヤーをオリジナルのシェイプレイヤーより下の階層に配置します。トラックマットは必要ないので、トラックマットなしに変更しておきます。複製したシェイプレイヤーの色を変更して、線幅を上げて元のシェイプレイヤーよりも太くしておきます。最初のアニメーションから遅れて動き出すようにしたいので、レイヤーの先頭をずらします。10フレームほど進めて、レイヤーを選択して、鍵括弧を押します。すると、現在の時間にレイヤーの先頭を持ってくることができます。ドラッグで移動させても問題ありません。一度再生してみます。文字の形状でくり抜かれた部分は透明になっているので、その下に配置されているラインアニメーションの色が見えるようになっています。では、もう少しだけ手を加えてみます。複製して作ったシェイプレイヤーを選択して、コントロール D で複製します。複製されたレイヤーではなく、オリジナルのレイヤーの色を変更します。2フレームほど時間を前にずらしておきます。同じアニメーションでも時間をずらしたり、色を変更するだけで簡単に情報を増やして手が込んだアニメーションのようにすることができるのでおすすめです。再生してみましょう。いい感じになったでしょうか？では他にも作例を見ていきましょう。ルミナンスキーマットを使用してこのようなトランジション効果を作成してみます。適当に素材を2つ用意しました。まずルミナンスキーマットの参照となるレイヤーを作成していきます。コントロール Y
で新規平面を作成します。平面レイヤーにグラデーションとポスタリゼーションの2つのエフェクトを適用しましょう。グラデーションのシェイプを放射状に変更します。グラデーションの開始と終了の Y 軸をそれぞれ中心に設定したいので、コンポサイズの高さの半分の数値を入れてあげます。私の場合だとコンポサイズの高さは1080なので540を入力します。ポスタリゼーションの値をお好みで調整します。私は6にしておきます。開始フレームでグラデーションの終了にキーを打ちます。50フレームほど進めて、グラデーションの終了の Y 軸の値をドラッグして、画面が黒で覆われるように調整します。ルミナンスキーマットは明るい場所を表示して、暗い場所を透明にしてくれます。今回はトランジションの作成ということで、透明になった後ろで別の素材が流れるようにしたいので、真っ暗になるまで Y 軸を調整します。調整できたら、それぞれのキーフレーム速度の影響を上げて緩急をつけておきます。一度再生してみましょう。参照となるレイヤーの準備が整いました。トラックモッドからルミナンスキーマットを設定して確認してみましょう。写真が参照となるレイヤーの輝度に合わせて透明となっていくアニメーションが完成しました。写真は中心から徐々に透明となっていくので、写真のレイヤーの下の階層にトランジションで切り替えたいレイヤーを配置すれば完成となります。私の場合、すでに配置しているので、表示するだけで OK です。再生してみましょう。無事、写真が切り替わるアニメーションが完成しました。参照するレイヤーの輝度か、アルファ情報か、どちらを使用したいかで、トラックマットの設定を決める必要があります。それぞれやりたいこと、表現したいことに合わせて選んでみてください。今回は以上となります。いかがだったでしょうか？今回はトラックマットについて紹介しました。非常によく使う機能で、様々なチュートリアルでもたびたび出てくると思います。アフターエフェクツを使っていく上で避けては通れない機能と言えます。今回は解説用に簡単な作例ではありましたが、今後はこれらの機能を使った作例もアップしていきたいと思います。アフターエフェクツではいろいろな機能を組み合わせて映像を作っていきます。まだ私のチャンネルではその準備段階といったところです。基礎を身につけてチュートリアルをこなすことでより理解が深まり、応用や自身の作品に活かすことができると思います。まだ基礎編は続きますが、見ていただけると嬉しいです。次回はマスク、トラックマットと似た機能であるマット設定についてです。マット設定はトラックマットに近いですが、トラックマットでは対応できないアニメーションなどに非常に役立つエフェクトとなります。トラックマットしか使っていないという方は、ぜひご覧ください。ではまたお会いしましょう。さようなら。